ボンジュール。パリプロムナードチャンネルへようこそ。皆様いかがお過ごしていらっしゃいますか？今回の動画ではパリから少し足を伸ばしてフランス北部の町アミアンを訪ねます。パリからの日帰り遠足の気分でどうぞ最後までリラックスしてお付き合いくださいませ。日曜日の朝、私はギャデュノーパリ北駅で友人のキコさんと待ち合わせをしました。アミアン行きの列車はここギャデュノーから出発します。アミアンは北フランスピカルディ地方の中心都市。パリから直通の電車なら1時間20分ほどでアクセスできます。アミアンを訪ねるのは私にとっては今回が初めてです。この日、大規模な飲みの市レドリーが開かれるということで、キコさんと一緒に日曜日の遠足を計画しました。アミアンには11時頃に到着します。普段とは違う風景に気持ちがほどけていくようです。おしゃべりをしている間にアミアンに到着しました。この町はジュール・ヴェルヌが晩年を過ごした町ということで、駅ではそれにちなんだ絵に迎えられました。ところで2024年秋、私はやはり北フランスのリルで開催された大規模なブラドリー・ド・リルを訪れましたが、今回のアミアンのレドリーはそれに次ぐ規模と聞いています。駅前の通りからレドリーはすでに始まっています。この催しは1900年頃に始まった伝統行事だそうで、今では2000件以上の出店者が集まり、来場者は8万人以上にも上ると聞いています。友人のキコさんはこのヘドリーを訪れるのは2回目。大学生のお嬢さんがまだ小さかった頃、彼女の手を引いて、さらに乳母車の赤ちゃん連れのお友達と一緒だったそうです。その時は道を歩くのもお昼を食べる場所を探すのも本当に大変だったとか。あら、この絵がなかなか魅力的。リトグラフかと思ったら手書きのものでした。スタンドのムッシュは35ユーロとおっしゃっていました。私はこれにも惹かれました。
ルザス地方の手織りの布、30とか35ユーロと言われたような気がしましたが、購入の決断には至りませんでした。メインストリートを歩いていた時、私は11、2歳くらいの男の子に呼び止められました。電話を貸してくれませんかというのです。彼はお母さんとはぐれてしまったので電話をかけたいとのこと。彼の言う番号を押すと女性の声が答えました。マモン、どこに行けばいいのと彼。お母さんは、今どこ？何が見える？そこからまっすぐ郵便局まで来なさいとお母さんは言いました。少年は私に郵便局の場所を聞きますが、私が知るはずもありません。すると少年はすぐに道行く男性を捕まえて、郵便局はどこですかと質問していました。電話の先のお母さんの落ち着いた様子、そして少年のさらに落ち着いた的確な行動から、この親子にとってこういうことが初めてではないんだなと想像がつきました。このスタンド、ディスプレイの雰囲気がとっても素敵ですよね。これらのカゴも売り物かしらと思ったら、これは近くにいらっしゃったマダムの購入品でした。このスタンドで言葉を交わしたファミリーはイギリスから来ていました。小さなお子さんを連れた若いカップル。車でフランスに渡ってきて、アミアの後はユーロディズニーへという旅の計画を立てていました。これが有名なアミアン大聖堂ですね。パリのノートルダム大聖堂よりも大きいそうです。こちらに目を留めました。砂糖、コーヒー、小麦粉などを入れておいたものでしょう。こういうのって中身がまだ入ってたりするのよねと話していると、案の定この通り、やっぱりねと言って二人で笑ってしまうのも骨董市の面白さです。蛇口のついた箱のようなもの、何だと思いますか？昔保育園などで哺乳瓶を煮沸するために使われていた道具なんですって。これは何だと思います？この下の棚のようなところに本を入れて使う回転式の本棚。ひこさんが私に教えてくれました。おそらくは子供用。でもとって
ても立派な作りの調理台に私たちは惹かれました。スタンドのムッシュが私たちに熱心に説明してくれました。これはおそらく19世紀終わり頃に作られたものだそうで、以前の持ち主は子供の頃に実際にこれでお菓子を作ったというエピソードもあるそうです。この小さな乳母車もまた先ほどの調理台の持ち主と同じファミリーが持っていたもののようです。これ何でしょう。クリップで閉じてあって中身がパズルでした。こんなものまで売られていました。これ何に使うものかわかりますか？栗を煎るための道具ですって。ヒコさんと私は同じことを思っていました。もうすでにめぼしいものは売れてしまっていると。なんとなく陳列がすっきりしてるんです。あるスタンドで日本の能楽の謡曲の本が目に入りました。先月の受集でも見かけています。ずいぶんたくさん発行されてフランスまで届いているんだなぁなんて思っていたら、なんとこのスタンドの出店者さんはいつも受集でお会いするカップルだったんです。つまり彼らもこのアミアンのレドリーに出店しているんです。そして彼らから先ほどの私たちの疑問の答えを得ました。というのも彼らは夜中にはすでに到着していて準備をしていたのだとか。レドリーは朝5時から始まるとは聞いていましたが、なんと深夜から本気の買い付けを目的としているバイヤーさんたちは懐中電灯を持参で夜中のうちに買い付けを済ませ、日が昇る頃にはもう一段落していたのかもしれません。この花入れの趣味は何と表現したらよいものやら。このトカゲがいなければ可愛らしい花瓶なのに、作者の意図はいかに。こんな購入品もありなんですね。さすがに疲れましたので、私たちはこの辺りでお昼にしたいと思います。私たちはお昼の場所をここに決めました。アミアン大聖堂の正面です。この日、キコさんはランチを用意してくれていました。前回のお昼にありつくのが大変だったという経験からです。この入れ物が素敵でしょう？キコさんのお父様が愛用されていたというもの。立派な日本のヴィンテージです。中にはおにぎりが入っていました。
子さんの娘さんはもちろん、そのお友達にとっても大好物のお昼ご飯だと聞いて、私は深く納得しました。大聖堂と向かい合いながら味わう紀子さんのおにぎり。最高です。食後のコーヒーは大聖堂のすぐそばにあるショコラティエへ。こちらはなんとマクロン大統領夫人のブリジットさんのご実家ファミリーが営むショコラティエなんです。6代続く老舗です。私が座った席の壁には歴代の写真がありました。コーヒーにはチョコレートが添えられていて、私はさらにこのお店の名物マカロンダミアンもいただこうと思います。よく見かけるマカロンとは違ってアーモンドパウダーが使われたしっとりとしたマカロンです。さて、私たちは今日のもう一つの目的地の方へ向かいます。大聖堂の北側、サンルー地区を歩いています。レンガの建物と水路が織りなすこの風景はどことなくオランダの風景に似ていると思いませんか？私はデルフトの旅の記憶がよみがえってきました。画家フェルメールの街を訪ねた時のこと。その様子はこのチャンネルでも以前ご紹介しています。概要欄にリンクを添えておきますので、どうぞご覧くださいませ。目的地に着きました。レ・ゾフティオナージュ。アミアン市街の東側に広がる中世から続く水上の菜園地帯です。地図を見ますと、アミアン市街の東側一帯に広大な水のエリアが広がっていることがわかります。ここを平底船で巡るツアーがあると聞いたので、私たちはそれを予約していました。水路の全長は約 60km。45分間ほどの小舟の旅は、人が歩くくらいのゆっくりとしたスピードで進みます。ここではかつて野菜栽培が盛んに行われていたようですが、今では水辺の憩いの場という感じでしょうか。3400ほどに区切られた区画にはそれぞれ持ち主がいて、思い思いにこの場所を生かしているそうです。丹精された庭や菜園が並ぶ水辺。鳥たちが巣作りをしています。このエリアは水路でしかアクセスできないため、
車とは無縁。本当に静かです。先ほどのレドリーの喧騒とは打って変わってという感じですよね。大聖堂の塔も見えました。北の小さなベネチアとも呼ばれているようですが、この圧倒的な緑の存在感は唯一無二の魅力ではないかしらと思いました。このエリアには宿泊施設もいくつかあるようです。そこに泊まってみるのも素敵かもしれませんね。ちなみに雨天の時、船での傘の使用は禁止だそうで、受付で1ユーロの簡易カッパが売られていました。想像していた以上にとっても素敵な時間でした。ゆるゆると街の中心部に戻りましょう。大聖堂が目印になってくれているので、道に迷う心配がない。初めて訪れる旅人にとっても優しい街です。街の中心部に戻ってきました。もう少しレドリーを回りましょう。これは私が以前ブロカントで購入した鉢カバーを思わせる絵付けがされています。セットで20ユーロとスタンドのムッシュが言いました。私は決めかねてもう少し歩くことにしました。夕方5時を回ると、出店者の方々は片付けを始めます。中にはジュフルドンとガラスのお皿のセットを手に持って道行く人々に声をかけている女性出店者の姿もありました。八重桜が散り、お祭りのようなレドリーが終わると、
この町の人々にとっては一つの季節が終わり、次の季節が訪れる、そんな気分になるのかもしれませんね。パリへ戻る電車の時間までの間、私たちは駅のそばのブラスリーへ。そこでアミアン名物のフィセル・ピカードを食べて帰ろうと思います。ハム、そしてマッシュルームから作るデュクセルをクレープで巻いて、生クリームやチーズをかけて焼いたグラタン風のお料理。私はさらにポテトフライを追加オーダーしてビールのお供としました。午後8時過ぎ、私たちは駅へと向かいます。キコさんも私も購入品はなし。とっても珍しいことです。とはいえ、心はたっぷりと満たされています。最後までご視聴くださいましてどうもありがとうございました。今回の動画はいかがでしたでしょうか。お楽しみいただけましたでしょうか。この動画が良かったと思ったら、ぜひ高評価を、そしてチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。コメントがとても励みになっております。どうもありがとうございます。では、また次回の動画でお会いいたしましょう。アビアント。